Go to the top! ジャムボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？今回の動画はですね、JO1 サンタさんへ、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのラポネボーカルルーム。さあ、12月も中旬でですね、来週末にはクリスマスがやってくるのかな？ちょっとね、カレンダーの方確認してないんで、おそらくで今喋っていますけど、このタイミングでですね、JO1 から素敵なクリスマスプレゼントの楽曲が届いたということでですね、もうテンションマックスで歌声分析をしました。そしてね、今回の JO1 の歌声、ものすごい進化した部分を発見できましたし、表現力もですね、めちゃくちゃアップしてるなっていうふうに思いました。いや、本当にね、感動しましたよ。この辺をですね、どこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、皆様最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのラポネボーカルルーム。こちらのチャンネルは私、つるさんが大好きな JO1 を筆頭にラポネ所属アーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速 JO1 サンタさんへ歌声分析 GO！ 豆ちゃんの声やっぱりすごくいい声ですよね。で、このいい声の成分なんですけど、どういう風に声を出しているか。歌声を響かせる代表的なポイントがですね、3つあります。胸の中の胸腔共鳴、口の中の口腔共鳴、鼻の中の鼻腔共鳴。この3つをですね、どういう風にブレンドして出すかによって声質のですね、おおよそが決まってくるんですけど、で、胸が声の太さだったり、声の響きの深さ。口の中が言葉のクリアさだったり、口を大きく開けることによって声量が増幅したりっていうポイント。で、鼻がですね、声に艶っぽさをプラスしたり、高い声を出すときにですね、鼻の響きが重要になるんですけど、豆ちゃんはですね、この3つの響きのバランスを同じぐらいの割合で使って歌っています。もう一回聞いてみましょう。今日は今年一のこんな感じの体の使い方なんじゃないかなっていうふうに思います。で、言葉の発音も全体的に子音がやや強めっていう感じの発音かな。次いきますよ。いいね。で、最後の頼もうか。ここ結構低い音域なんですけど、言葉がすごくクリアに爽やかに聞こえてるじゃないですか。で、低い音っていうのは基本的に何も意識しないで歌ってしまうと、声が重すぎちゃうんですよね。これも声の特性なんですけど、でも豆ちゃんの声は爽やかに聞こえる。どういう風に歌っているかというと、低い音ほど鼻に声を入れます。そうするとですね、声質がすっきりして聞こえるんですよね。もう一回聞いてみましょう。やっぱりね、歌詞が持つ感情だったり雰囲気を伝えるために低い音でそういう風な声の使い方をしてるんじゃないかなっていう風に思います。で、もう一つすごいなって思ったところがフレーズの入りですよね。へいやー、ここです。ここ、言葉2つ。このポイントでですね、スタッカートって言われる音を短く切るテクニックを使ってるんですよね。で、スタッカートを使うことによって弾んだ雰囲気が出てくるんですけど、フレーズの頭でこれをやることによって、ウキウキしたような雰囲気がフレーズ全体に宿ってくるっていうかね。いや、素晴らしいですね。次いきますよ。で、ルキ王子の今のポイントなんですけど、めちゃくちゃかっこいい雰囲気が漂っていたじゃないですか。これはですね、声を出す方向がすごく関係してきます。声を出す方向っていうのは、前に飛ばそうかなとか、斜め上に飛ばそうかな
上に飛ばそうかな、後ろに飛ばそうかなっていう、こういう声の方向のことなんですけど、声っていうのは前方向に飛ばすイメージで出すと強い声質になって、で、こう半円のイメージでですね、徐々に後ろの方向に向かっていくと声質が柔らかくなるっていう性質があります。で、この部分、ルキ王子どういう風なイメージで歌っていたかというと、前方向なんですよね。で、全体的にスタッカート。この2つがですね、ルキ王子のかっこいい歌声を作り上げてるんですよ。もう一回聞いてみましょう。いいね、かっこいいね。で、声の響きの割合としては、胸と鼻、こちらを中心にですね、声作りをしてるかな。多分声をですね、前に飛ばすことによって強い声が生まれるので、そこにですね、口の中の響き、口腔共鳴も使ってしまうと、強すぎる声になっちゃうんですよね。それだと、ルキ王子のイメージしてるクリスマスソングと声質が合わないっていう風に思ったから、口の中の響きをあまり今回使ってないんじゃないかなっていう風に僕は推測します。次いきますよ。いや、小生さんの歌声でしたね、今のポイント。前回公開されたメラクの時はすごくこう優しい雰囲気の歌声だったんですけど、今回は結構ね、ガツガツした感じのメロディーとラップの中間、メロラップっていう風なニュアンスで歌ってんのかな。で、ここで小生さんはですね、ルキ王子と一緒で声を出す方向、前方向にして強い声質を使ってますよね。ルキ王子と小生さんの歌声のバトンっていう感じですかね。もう一回聞いてみましょう。ほら。口の大きさがルキ王子に対して大きく開いているような雰囲気がですね、声質から漂ってきますね。言葉の輪郭がこうはっきりしてきているというか。で、さすが JO1 のラッパーですよね。全体的にスタッカートの使い方がかなり強く入っていて、フレーズ全体の歯切れの良さが生まれてますよね。素晴らしい。次いきますよ。ここで翔也さんの優しい声が来るんですね。翔也さんもですね、前回の Easy Life、その時の声がね、いい感じでこうマイナスイオンが漂っているような優しい雰囲気が出ていたと思うんですけど、今のフレーズも普段のガツガツした翔也さんのラップを歌っているというよりは、Easy Life の時に使っていた声質に近いような表現かなっていうふうに思います。全体的に息の音が混ざっている歌声、ウィスパーボイス、これ使ってますよね。もう一回聞いてみましょう。しょうがない。ここの裏声のところもウィスパーボイスだし、そこからこう地声に落ちてきたところもウィスパーボイスですよね。いや、この優しい雰囲気がね、たまらないですよね。次いきますよ。いやー、いいね。今回ラップチーム3人ともね、メロディーを歌ってくれて、僕的にはね、すごく嬉しいですね。なんでかっていうと、僕ラップはそんなに専門知識ないんですよね。なので普段ラップのですね、歌声解説するときは、メロディーを歌ってる歌視点で分析してるんですよ。リズムの付け方、子音の発音の仕方、そしてちっちゃいつ、トラックとか、納豆とか、こういうちっちゃいつ、音楽用語的に言うと給付、この入れ方ですね。こういった部分をメインで解説してるんですけど、だからね、ラップチーム3人がメロディー歌ってくれて僕嬉しいです。で、僕の中の勝手な印象なのかもしれないですけど、つるちゃんはメロディーを歌うときはですね、ものすごく息の音が前面に出たウィスパーボイスを使って歌うんですよね。この空気感が僕はたまらなく好きですね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、こう、はーみたいな、すごく息の音が出てますよね。で、全体的にですね、鼻の響き、鼻腔共鳴を中心に歌声作りをしてるかなっていうふうに思います。でも鼻中心なんですけど、胸の響きもしっかりと必要最低限の支えとして使ってるんですよね。で、ラップになると胸の響きが強くなって声が太くてかっこいい感じになるっていうか、つるちゃんそうやってメロディーの時とラップの時でですね、発声法変えてるんですよね。二面性を持った歌声っていうかね、かっこいいですよね。
次いきますよ。おい。いいね。スカイさんがメインで歌って追っかけでリーダーが入ってくるんですね。いや、素晴らしいですね。で、スカイさんの声なんですけど、胸と口で作られた声をですね、鼻に入れて斜め上方向に声を飛ばす、こういった感じで声を出してるんじゃないかな。夜かけたらみたいな感じで高い声出してたかなっていうふうに思います。声を鼻に通すってイメージが一番強い歌声かな。夜かけたら、こういう感じの体の使い方なんじゃないかなっていうふうに思います。いや、今ね、実際スカイさんの声の出し方に寄せて歌ってみたらですね、めちゃくちゃ難しい歌い方です。まず最初のよー、ここで一回フォールで音を投げ捨ててるんですよね。で、次に夜のよと同じ音でルが来ます。だから音を投げ捨ててパーンってまたね、こう急上昇するような音程の取り方なんですよ、ここ。初めの夜っていうところがですね、めちゃくちゃ難しい。もう一回聞いてみましょう。いや、素晴らしいですね。夜かけたら、この裏声のところがどうしても音程がフラットしちゃいますもんね、僕がやると。で、ここ、よーってフォールで投げ捨ててるんですけど、息継ぎを入れないんですよね。普通フォールした後に歌う場合って息継ぎをしてから歌い直すんですけど、息吸えないじゃないですか。あの短いね、時間では。だから、やーねー、こんな感じで歌ってるんですよね。これめちゃくちゃ難しいですね。いや、僕うまく歌えないですね、このフレーズ。すごすぎますね、スカイさん。次いきますよ。ウェイ。このろうそくが高いですよね、ここ地声で歌うと。さすがレンさん。で、この高い音でですね、ミックスボイスっていう声を使ってます。地声と裏声の中間の声なんですけど、ろうそくが、このローのあたりが今ミックスボイスで声を出してみました。地声のように聞こえるんですけど、声を出してる感じとしては、8割方裏声なんですよね。すごい難しいテクニックなんですけど、レンさんこれ使ってますね。で、最後の、続きますように、ここの音もですね、ミックスボイスなんですよ。もう一回注目して聞いてみましょう。いや、てか、レンさんの歌声、進化しましたよね。少し前までは、この声質の甘さっていうか、可愛らしいようなニュアンスが歌声からすごくこう感じれたんですけど、今回の今のレンさんが歌った歌声、胸の響き、胸腔共鳴のですね、響きが以前より増幅したかなっていうふうに思います。先ほども言ったように、胸の響きがですね、歌声にプラスされればされるほど声質って太くなるんですよね。で、胸の響きっていうのは歌のベーシックな部分、基礎的な部分って言われてますので、おそらくレンさん、基礎的なボイトレめちゃくちゃやってんじゃないかな。じゃないとね、この歌声の進化は説明できないですね、僕には。素晴らしい。次いきますよ。いや、たくみさんの歌声相変わらずかっこいいんですけど、たくみさんの歌声も進化したかな。たくみさんもいつもとこう表現の仕方が違うかなっていうふうに思います。表現力の幅が広がったっていうかね、いつものたくみさんの歌声はですね、結構こうワイルドな感じで、ガツガツ系ボーカリストみたいなイメージだったんですけど、すごくこうふわっとしたね、雰囲気が出てますよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいですよね。この余裕のある感じがたまらないかなっていうふうに思います。クリスマス終わらないで、こんな感じの体の使い方と声質バランスだと思うんですよね。で、多分レコーディングしてる時は顔の表情、口角をですね、こう上げて笑顔で歌ったんじゃないかな。
声質の雰囲気が全体的に明るいですよね。こう楽しい時に話しているような明るい響き感じれると思うんですけど、顔の表情っていうのは歌声にすごく影響するんですよ。明るい表情で歌うと明るい声質になりますし、暗い表情で歌うと暗い声質になります。なのでその表情のですね、特性をうまく利用してレコーディングしたのかなっていうふうに思います。それプラスですね、胸の響きをメインで声質を作って、それを全部鼻に入れたような、そんな感じの声質成分かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。で全体的に声を後ろ気味に弾いて歌ってんのかな。それでこのふわっとした雰囲気を出してるんじゃないかなっていうふうに推測します。いや、すごい表現力ですよね。次いきますよ。いいね。圭吾さんの歌声。圭吾さんも全体的に後ろに弾いた感じでこうふわっとした雰囲気を出してますよね。で、圭吾さんの割と得意技なんじゃないかなっていうふうに僕は思っていて、圭吾さんの歌声ね、こういった優しい雰囲気というか温かい雰囲気があって、なおかつ声質がかっこいい。僕これ圭吾さんの歌声のものすごい魅力だっていうふうに思っているんですけど、今ねここの部分、その成分が溢れるほど出ていましたよね。いや、最高ですよね。もう一回聴いてみましょう。いいですよね。クリスマス離さないでみたいな、こんな感じの声の作り方かな。あとうっすらウィスパーが入ってるかな。クリスマス離さないで、こんな感じかな。もうちょっと圭吾さんの歌声はね、こう落ち着いた感じがあると思うんですけど、いやー、やっぱりいい声ですよね。次いきますよ。いや、やっぱりこうね、ハイトーンの切れ味がね、純喜さんは違いますよね。めちゃくちゃかっこいいですもんね。で、純喜さんパートって結構こうね、音域がグイって上がるところが多いんですよ。低い音から一気に高い音までね、こう音を当てちゃうっていうかね。当てちゃうっていうのはこう音楽用語なんですけど、目的の音をしっかりと捉えるって意味なんですけど、で、純喜さんはですね、胸の響き、胸腔共鳴の響きが高い音になってもなくならないんですよね。これってすごいことで、声の特性として高い音になればなるほど胸腔共鳴の響きが少なくなって、鼻腔共鳴だったり口腔共鳴、こっちが中心になるんですよね。で、その結果どうなるか、声質が細くなる。で、低くなればなるほど今度は胸腔共鳴の響きがメインになって、鼻とか口の響きっていうのが薄くなるので、声質が太くなって重い雰囲気が出るんですけど、純喜さんはですね、広い音域で同じ声質をキープできるんですよ。これものすごいテクニックですよ。もう一回聞いてみましょう。ほら、全然声質変わんないでしょ。これね、すごいんですよ。で、これどうやればこういう声が出せるかっていうと、高い音でも低い音でも同じ方向に向かって声を出すんですよね。で、この声を出す方向を意識しないと、高くなると上に上がっていきますし、低くなると下に下がってくるっていう現象が起きるんです。これが高い音は声が細く、低い音は声が太くなる現象に直結してるんですけど、だったら低い音でも高い音でも同じ方向に向かって声を出せば、声質ってある程度一定になるんですよ。このテクニック使ってるんですけど、これ相当難しいですからね。で、純喜さんってこのテクニック日プの頃から使ってるんですよ、実は。だから JO1 としてデビューする前からものすごい基礎力を持ったボーカリストなんですよね。いや、素晴らしいですよね。次いきますよ。ね、全然声質変わんないですよね。いや、もう本当にね、笑っちゃうぐらいすごいですよ、これは。泣き顔もすべて、こんな感じの声の出し方です。僕も今ね、かなりこう声を出す方向を意識して歌って、ある程度は声質を音域が変わっても整えられたかなっていうふうに思うんですけど、いや、これをね、さらにこう倍以上の音域で実行するっていうのは本当難しいと思います。次いきますよ。
いいね。いや、やっぱリーダーの歌声、安定感がすごいですよね。曲共鳴がメインとなってるんですよ。だからすごくね、男らしくて、聴いていてホッとするような雰囲気がありますよね。クリスマスこのままで、こんな感じかな。胸の響きをキープした声の作り方。で、全体的に口をですね、横に開いて歌ってるかな。この口を横に開くことによって、少しだけこうね、息が混ざったような質感出してるんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。いいね。この最後ね、3人でこう、なんか抱き合ってるようなシーンがね、すごくエモいですよね。感動しちゃいますね。次いきますよ。あ、いいね。あ、かわいい。翔也さんの歌声がめちゃくちゃかわいいですよね。この声もイージーライフの時に使っていた声かな。何をしてても君が気になる。こんな感じの声質作りで歌ってますよね。鼻声の響きをですね、結構強めに使ってるんですよね。何みたいな。だから鼻声の響きを使って言葉を発音するって実はすごい難しいんですよ。いや、それができてるのがすごいなって思います。ものすごい声質コントロールです。もう一回聞いてみましょう。いや、可愛い声です。すごい好きですね、僕はこの声。少し前のね、翔也さんはこういう声使ってなかったと思うので、使う声質の引き出しがね、広がったっていうことだと思うんですけど、それかもともと持っていたけど、あまりこう対応してなかったというかね。いやー、この表現力すごいなー。次いきますよ。あ、それでこういうちょっと鼻声の声なので、口をおそらく大きめに開けて言葉をはっきりと発音しているのか。なるほどね。もう一回聞いてみましょう。願うならそりで迎えに行く。こんな感じか。多分ね、こういう感じで歌ってんじゃないかな。顔の表情だったり口の動きをうまく利用して歌っている、すごくね、魅力的な歌声ですよね。次いきますよ。いいね。で、先ほどの翔也さんの歌声がいい意味でトリッキーな感じの声質だったのに対して、翔成さんはここでね、正統派な声質をチョイスして歌っていますよね。このね、声質のギャップたまらないですね。もう一回聞いてみましょう。で、口の中の口腔共鳴の響きがメインになってるんですよね。この声の出し方をするとですね、普段の喋ってる時の声の雰囲気に近づいていくというか、もともと翔成さんが持っている声の魅力を最大限に発揮しているというかね、そんな感じの歌声かなっていうふうに思います。次いきますよ。かっこいいね。ここでつるちゃんの得意なシャウトボイスっていう声を使っています。こう声にザラザラとした音が混ざってる声なんですけど、これってここにある仮声帯っていうところを使ってっていう声を出してるんですよね。僕はあんまり得意じゃないんですけど、このガラガラ音を出しながら歌うんですよ。そうすると全体的に激しい荒々しい声を作ることができるんですよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。で、このシャウトボイスを使った時に声を鼻に入れるとさらにこうビリビリ感が増幅するっていうちょっとしたテクニックもあるんですけど、例えば普通にやった場合がだとすると、これを声を鼻に入れると結構ビリビリした感じが増幅しますよね。激しさを追加した場合は声を鼻に入れる。で、そこまで激しい雰囲気を出したくない場合は声を口からこう前に出すようなイメージでやるとビリビリのね、調整ができるんですけど、今回つるちゃんはですね、鼻に入れないタイプのシャウトボイス使っていたんじゃないかなっていうふうに思います。次いきますよ。この後半の最後の方のフレーズの歌い方がですね、すごくこうかっこよかったですよね。で、ここのフレーズは、たくみさんがね、
メインで使っている表現の仕方と声質だったんじゃないかな。こう鼻に強めに声を入れて前に飛ばすような歌声。もう一回聞いてみましょう。あ、ごめんなさい。今、ルキ王子のね、追っかけが入ってるところで止めちゃいましたね。ルキ王子推しの皆さん、ごめんなさい。周りをつけるサインみたいな、サインの言い方がですね、めちゃくちゃかっこよかったですよね。で、前半はね、すごく柔らかい感じで歌ってるんですよ。日が昇れば、もっと柔らかいかな。で、フレーズの後半がですね、強い声をチョイスしてるんですよね。もう一回聞いてみましょう。なるほどね。日が昇ればは後ろに弾いてるんですね。で、その後のもう終わりのサインは前方向、こう声を出す方向をですね、変えて表現してるポイントですね。いや、これは素晴らしいです。日が昇れば、もう終わりを告げるサインみたいな、ちょっとね、音程ずれちゃいましたけど、こんな感じの表現方法だったんじゃないかなっていうふうに思います。次いきますよ。力強い声ですよね。で、純喜さんの場合はですね、声を出すときにかなり腹筋を使って歌うタイプのボーカリストなんですよね。これも時と場合によるんですけど、すごく強い声だなって思うときは、腹式呼吸っていうお腹が息を吸ったときに膨らむ呼吸法を使ってですね、腹筋でこうグッと力を入れる。その反動を使って声を出すっていう体の使い方。これ純喜さんがメインで使っている声の出し方なんですけど、腹筋を使うとですね、声のパワー感が増幅するんですよね。これね、声を聞いただけだとなかなか判断するのが難しいと思うんですけど、今のポイントは腹筋を使っている質感がですね、すごく表現されたポイントだと思います。どんな声なのか、もう一回聞いてみましょう。いや、すごいね、この声のパワフル感ね。で、息もめちゃくちゃ吸ってから歌ってるんじゃないかな。息を吸うとですね、お腹の中にこう圧力が高まって、その圧力も声の支えとして歌うことができるんですよね。なので歌う時のね、ボディコントロールが素晴らしすぎるんですよ、純喜さんは。次いきますよ。あ、そうそうそう。そうそう。この声の質感が僕はね、レンさんの長所だと思っていて、こうね、声質が可愛らしい感じというか、ただ先ほど言ったように、胸の響きのコントロールがめちゃくちゃ進化しているので、可愛い部分は継続して残しつつ、かっこよさだけが増幅してるみたいなね、そういった歌声の進化ありますよね。もう一回聞いてみましょう。クリスマス終わらないで。こんな感じの声質バランスかな。もうちょっと鼻の要素が強いような気がしたんですけど、いや、どんどん歌声がね、レンさん研ぎ澄まされてますよね。素晴らしい。次いきますよ。いや、安定感あるな、やっぱり。これさっきも言ったかもしれないんですけど、クリスマス離さないで。こんな感じの声の出し方かと思うんですけど、先ほど純喜さんの時に腹筋を使って歌っているっていう話をしたと思うんですけど、リーダーが今使った声の出し方は、息を吸った後にですね、腹筋に力を入れるんではなくて、イメージをですね、腰の筋肉、背筋に持ってくるんですよね。で、声を出す時のタイプとして腹筋タイプと背筋タイプ、この2パターンがあるんですけど、腹筋を使うとですね、声にパワフル感が宿ります。で、背筋を使うとですね、声のパワー感が程よく抜けて優しい感じのですね、歌声を出すことができるんですよね。リーダーの今使ってる体の使い方はですね、その背筋タイプです。もう一回聞いてみましょう。
結構ね、音域高いのに、すごく優しい雰囲気じゃないですか。パワー感がそこまで声に乗っていなくて、こう、語りかけるような雰囲気出てますよね。これ背筋を使って歌っているから、このね、優しい雰囲気が出てるんですよね。次いきますよ。今スカイさんの歌声ですよね。すごく甘い声。ここでスカイさんはですね、先ほどの1番の時の歌声とは違って、鼻声のニュアンスを声に混ぜて歌っています。もう一回聞いてみましょう。白白い雲。こんな感じの声質。で、鼻で可愛らしいニュアンスを出しつつ曲も使ってるので、かっこいいニュアンスも出ていますよね。もう一回聞いてみましょう。ね。レンさんに近いような声質を今回チョイスしてスカイさん歌ってるんじゃないかなって思います。スカイさんがね、こういった声の出し方、個人的にはすごく珍しいと思うので、レアボイスですね。次いきますよ。ここでいつものスカイさんの声質に戻してるんですね。声質でいろんな雰囲気を表現する。これもすごいですね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。これ音源だけ聞いてると、前半と後半で違う人が歌ってるんじゃないかって思っちゃう人も多分中にはいると思うんですけど、それぐらい素晴らしい声質での表現ですよね。次いきますよ。王子の歌声ね、すごくかっこいいですよね。曲をしっかり使っためちゃくちゃかっこいい声ですよね。で、鼻で声を少し抜いて、柔らかさを表現しているポイントかな。もう一回聞いてみましょう。いいね。やっぱ鼻にね、声を入れることによって甘さが出てるんですよね。たまらないポイントですね。次いきますよ。かっこいい。意味がない。ここの音がね、めちゃくちゃかっこいいですよね。ジーンとくるポイントですよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。で、最初のスカイさんのウィスパーボイス、これがたまらないですよね。一人のみたいな。すごく切ない。このね、落ち込んだ雰囲気が声に宿っている。これ最高に伝わってきますよね。次いきますよ。なるほど。ここでね、転調するのね。最後のサビは音が上がるっていうことね。で、純喜さん前半はですね、先ほど腹筋って言ってたんですけど、背筋を使ってるんですよね。で、後半に行くにつれて、腹筋に切り替えてパワー感を出してるっていうかね。いや、こういったテクニックも持っているんですね、純喜さんは。声が優しいポイントと力強くなるポイントのですね、切り替わり部分。ここに注目してもう一回流すんで聞いてみてください。いきますよ。次か。今分かりましたか皆さん。ほらほらって言ったところへんから腹筋に切り替えてるんですよね。おそらく息継ぎのタイミングで背中から腹筋切り替えてるんですよ。いや、すごいですね。次いきますよ。いいね。いいね。これは全員で歌ってますよね。JO1 のみんなでね、クリスマスパーティーを楽しんでるシーン、最高ですね。次いきますよ。これが繰り返されるのかな。いいよいいよ。全員ユニゾンで歌ってるポイントですよね。ユニゾンっていうのは同じ音、同じフレーズを複数人で歌うことをユニゾンって言うんですけど、このね、声の音圧たまらないですよね。すごい素敵だと思います。次いきますよ。
わうん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 。だいたいこういうね、高いフレーズはね、純喜さんパートですよね。一曲に一箇所は必ずあるっていう風なポイントかなっていう風に思うんですけど、で、この高いフレーズはですね、全体的にミックスボイスを使ってるポイントですね。もう一回聞いてみましょう。ほら。うんうん。これ純喜さんの地声とミックスボイスの違い、これね、非常にいい意味で分かりにくいんですよ。いい意味でって言ったのは、ミックスボイスになるとどうしても声の主成分が裏声になってしまうので細くなるんですよね。でも純喜さんの場合って裏声でも、ミックスボイスでも胸腔共鳴の響きがしっかりと声に乗ってるので、声質がですね細くならないんですよ。これがねすごいですよね。次いきますよ。で、今の圭吾さんのフレーズなんですけど、すごく鼻の要素が強いかな。で、先ほど確か圭吾さんの歌声の時に後ろに弾いた感じって言ってたと思うんですけど、これはすごく特殊な声の出し方のイメージを使っていて、前と後ろ両方のイメージを使って声出してるんですよね。なのでふわっとした雰囲気もありつつ、声が熱いとか力強いっていう風な質感を感じれる声なんですよ。素晴らしいですね。もう一回聞いてみましょう。すごく不思議な感じがする声だと思うんですけどね、この不思議感がたまらなくかっこいいですよね。次いきますよ。いいね。ここもレンさんはこう可愛らしい感じの声質チョイスしてると思うんですけど、先ほどまでの胸腔共鳴のですね太い声の成分、ここでは使ってなかったんじゃないかな。ちょっと前までのねレンさんの魅力的な歌声の質感、これをチョイスして最後歌ったんかな。もう一回聞いてみましょう。ほら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 、もう言ってしまえばムーブ・ザ・ソウルとかその辺の時に使っていたレンさんの声質なんじゃないかなっていうふうに思います。この声ね僕大好きなんですよ。今回聞けてよかった。次いきますよ。いいね。ここで終わり？もうワンフレーズ来るかな。止めちゃったけどクリスマス愛してる。ここもまめちゃんはですね低い音なので鼻にいっぱい声を入れて声をクリアにしてますよね。もう一回聞いてみましょう。クリスマス愛してる。こういう感じのね声の出し方かなというふうに思います。次いきますよ。いいねいいね。つるちゃんのねこのウィスパーボイス、もうウィスパーボイスっていうかもうハスキーっていう感じの声ですよね。もう一回聞いてみましょう。君がすべてだから。難しいな。ここまでね息の音が目立つ声作れないですね僕。曲の最後にはねぴったりな声かなっていうふうに思います。もうちょっとあるんで聞いてみましょう。メリークリスマス最後なんかミッキーみたいな声出したの誰だこれ誰だこれ。口の形で想像するとですねつるちゃんじゃないかなって思うんですけどね。皆さんはねどう思いましたでしょうか。ぜひコメントで教えていただけたらなというふうに思います。以上 JO1 サンタさんへ歌声分析はここで終了です。さあ歌声分析していったわけですけれども、今回のですね JO1 サンタさんへで JO1 全体的にですね歌声の表現力だったり声質コントロール力、この辺がめちゃくちゃパワーアップしてるなっていうふうに思いました。やっぱりねジャムの皆さんに喜んでいただけるように日々努力を重ねているんだなっていうのがねものすごく伝わってきますよね。いやクリスマス前のタイミングで最高の動画と歌声でしたね。これからも JO1 全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容気に入っていただけた方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではではボイストレーナーのつるさんでした。